鳥犬チャンネルです。長谷川の重武装タイプのザブングルが年末に届きました。昨年年末ね。で、今年また作っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。これはね、リミテッドエディションって書いてあるんで、限定品みたいなんでね、欲しい方はね、ぜひ買っといた方がいいとは思います。はい、それでは開封していきますけれど、このようにもう大きい箱なんですよね。で、箱開けるとね、もうみっしりと詰まっております。じゃじゃーんという感じで。で、一番上にね、重武装のランチャーがついてますね。ミサイルポットもついております。追加された新しいランナーをもうちょっと見てみようと思いますね。開封して、この薄いグレーの新しいパーツですね。どんどん開封進めておりまして、ここがね、新しい回収金型ですね。新しいんじゃないかな、回収。ここの三角形のとこですね。そこのね、穴の形がね、変わってます。あと軸ですね。10番の今見えてる軸。ここもね、形変わってます。これね、回りにくくなるためにね、形変えて滑り止めした感じです。そしてこちら黄色いパーツがね、武器の新しいパーツが入ってますね。右側のねところは前のパーツですけど、こちらミサイルランチャーとロケットランチャーの黄色いパーツ、それからここの透明パーツですね。グリーンがつきました。透明の前のパーツもちゃんと入ってます。お好きな方をチョイスすることができます。それから回収されてるのがこのパーツ、このランナー、ここですね。ここがね、よくポロリ言われてた太もものところのパーツですね。ここがね、穴が小さくなってます。それからね、このランナーも変わってますね。腕のとこです。デカールは変わらず入ってますね。もうついてくれてるっていうのがいいですね。シールじゃなくてデカールがね、しかも別売りじゃないっていうのが長谷川さんありがとうって感じです。違うところをね、もうちょっと見比べましょうか。このパーツが昔の方ですね。初版の方のキットを持ってきました。で、こちらが今回のやつで、ここの形がね違うんですよね。見てください。出っ張りがねあるのとないのですね。未開封の方が前のキットです。回収されたパーツをねもうちょっと見てみましょう。この腕のとこですね、4番あたり、ここです。ひだがついてます。前のキットはね、ここのひだがなかったです。これがあることでね、抜け落ちにくくなっています。腕ですね。手首のとこです。もちろんね、このはめる側の方の腕の手首の中の方ですね。そちらも同じようなひだができております。今見てるのはね、前のキットの、袋から破って取り出してみたんですけど、前のやつはね、ないですね、確かに。こちらのランナーが看護させる方のね手首の腕の中なんですけど、こちらにひだが同じようにできてます。先ほどのものを合わせて落ちにくくするっていう感じですね。結構ね武器とか持たすと自重でポロッと接着してないと落ちることがあったんで、ここ改良されてますね。初版キットのランナー出すと、はい、このようにありません。この辺がね改良されてます。それから上半身のね上からなんですけど、左が前のランナーのままで、右側にこれ新しいランナーくっついてて、ピンの穴あります。重武装をね、くっつけるためのピン穴です。で、こちらがその重武装の基部なんですけど、こちらピン止めするようになってます。2ミリぐらいのピンが出てます。ここはね、まあ好みですけどね、磁石なんかに変えるといいかもしれないですね。はい、こちら前のキットなので、こちら右側の重武装取り付けの穴がないです。なんでね、自分で穴開けてね、前のキット持ってる人はね、磁石入れて、基部の方にも磁石つけて、取り付けとか。はい、そしてこちら、手首もついてます。重武装のね、ランチャー持たすための手ですね。左右どっちでも持てるんで、左右の手が新たに追加されております。次は股関節部ですね。ここの軸ですね。股間につながる軸、そしてその中央の三角形のところですね。三角錐っていうのかな。はい、ここがね
今持ってるのが前のキットなんですけどね、ここをフラットにすることで楕円じゃなくてフラットに変えて、で丸軸の方もここにね角つけることで回り止めするようになっております。接着もともとする人はねあんまり関係ないかもしれないですけど、だいぶ良くなってる感じです。ニッパーでカットしてみて具合を見てみます。はい、並べてみるとこんな感じですね。今切り取ったのが新しいやつ。こんだけ違います。違いがお分かりになるでしょうか。でここ差し込むと形が前よりもね楕円ではないんでしっかりと止まるようになります。だいぶいい感じになりますね。接着剤使わなくてもいいかもしれないですけど、流し込み接着とかね使った方がより強固になるかとは思います。そして武装の方ですね。はい、それでは4倍速で追加された武器の方を作っていってるところを流していきます。まずはねこれ手持ちのランチャーですね。これを組み立てていきます。4連装のランチャーです。これもねバンダイさんの100分の1とかねモデロイドさんとかにはついてたやつなんですけどね、バンダイさんのは片手しか持てなかったんですけど、旧キットですからね、こちらは両手で持てるような組み替えになっております。一応ねこういう色分けまでされててね、組んで墨入れだけする人でもそれなりに映えるものになるんじゃないかなと思います。でディテールがやっぱりね長谷川さんなんですごく入っております。アレンジされたディテールがねいい感じで入っておるのがやっぱり長谷川さんらしいところだなとは思います。てっきりねこの辺の武器とかね、マクロスのバルキリーの追加武装みたいに別パッケージ出るかな思ってたんですけどね、どうも出なかったみたいでザブングル付きで出てきました。どのみちね、サブザブングル作りたかったんで2機作りたかったんでねいいやって思ったんですけどね。しかもザブングルがね改良されてますんで、はい、今つけたとことかねモールド長谷川さんのオリジナルの解釈かないう感じで、ディテールいいですね。なかなか組みやすいしディテールも入ってて満足ですね。ただちょっとプラキットがね薄いのは長谷川さんらしいところですね。いい面もあり強度面ではちょっと怖いかなというところがあるのが、はい、で今度は肩のランチャーですね。肩の、3連ランチャーですかね。これを組み立てていっております。で今入れたとこお尻のとこの方がねちょっとはまりにくいんですよね。多分接着剤使うとねスコッと入るんでしょうけど、接着剤使わない人はねちょっと削ってあげた方がいいかもしれないですね。はい、このような色分けのとこもね色プラみたいに分かれております。そうですね、このようにできてきて、でここにねポリキャップ長谷川さん特有の六角形のポリキャップ入ります。初版のザムフールでね使わなかったところのポリキャップですね、これ使うようになってました。で今ねここ、蓋も閉じちゃったんですけど、ここはね閉じない方がいいです。背中のね、留め具基部土台のところをつけてからつけた方がいい。はい、そしてここミサイルランチャー入れてますね。ここのね組み方もなんか長谷川さんのアイアンギアとか作ってた時の腕のパーツなんかとね同じような構成になっててね面白いな思ってました。はい、そしてまたねここが色プラ違いみたいな感じでこういう色違いのパーツをはめてって、なんちゃって塗装、無塗装の人でもそれなりに満足できるかなっていうような感じになっておりました。はい、でポリキャップもまた使ってますねここね。でこのランチャーもね各所ねモールドが入っててね、多分現用の武器とかね、兵器
あれ作り慣れてるんで、そこがねうまいこと長谷川さんらしくこういったアニメの SF のものにも落とされてきてるなって感じで、あとここね基部のとこ止めるこのパーツですけどね、ちょっと入りにくかったですね。削ってあげるとねちゃんと入るんで、削ってあげたらいいですね。ランナーのね、バリのとこですね、ここ削ったらちゃんと簡単に入るようになりました。はい、入りました。もし作っててね困った人はそうしたらいいかと思います。でここですね、ここがはまらんな思ってたら、実は最後のパーツを今から外します。ここ外して、でスライドして入れるっていう感じで、設計図にはねちゃんと書いてますけどね、読み落としたりするとね気づかんかったりします。はい、でこれで肩の武器もできました。肩の武器はね、旧バンダイさんの武器みたいにもうワンセットになってます。バラバラでつけるいう感じではなかったです。はい、そして今度は股関節のところですね、ここが改良されたところ、これをね、お届けいたします。作り方はね前と一緒なんですけどね、ほとんどはめ合わさなあかんいうところが変わってきます。で一応ね流し込みの接着でここはしっかりつけました。接着剤不要でも作れるんでしょうけどね、ここ結構力かかるとこなんで、一応私は接着剤入れております。違うのはねここのボールジョイントのところですね。ボールジョイントのところが簡単に抜けないようにもうはめ込んじゃう形になってましたね。なんで取り外しはもうここ無理になります。ここですね、ここがねもうしっかりポリキャップの口のとこまで来ちゃってるんで、もう抜けないです。ボールジョイントはもう完全に抜けなくなります。でね可動箇所もその分減りましたね。やっぱりねボールジョイントでここが円が大きい時はね簡単に抜けたんですけど、でまた同じとこ作ってます。ここね結構重要なとこだと思うんで、もう一回片側の足で見せておきます。ここはねちょっとフラット気味にしてあげたらいいですね。このように組みまして、で膝から下をどんどん作っていきます。はい、これからあとはね、前も最初のザブングルの時に流したのと同じような組なんで、もう8倍速に変えて流していきます。もうこれで8倍速ですね。膝下を作っていっております。ザブングルのねあとこのキットのいいとこはねやっぱタイヤですよね。タイヤをね分割してねモールドを生かしてるって感じがね長谷川さんらしいですね。はい、力かかりそうなとこはね流し込みの接着剤使っております。ここですね、タイヤがすごく素晴らしいと思います。このキットはねここね可動キットとかやったらねスライドさせるんでしょうけどね、これは難しいと思いますね。長谷川さんのはね、キットのプラ板の厚さがねちょっと薄い感じがするんでね、ここの膝下みたいにねすねみたいに二重層にしたらね割と強くなってるっていう、そういう構造になってますね。足首なんかもねこのように作っております。はい、でこれでねほぼ足が組んで、横の翼ですね、車両の時の翼、はい、トレーラーの時の蓋になるところです。で両足できました。次は腕ですね。腕の方も作っていきます。もう組み方は一緒ですね。前の時と一緒です。ただねポリキャップはめる時っていうのがね、ちょっとねチグというか金具とかね棒を使わないとね入りづらいですね。ここですね、今やってるところ、ここがねこういうスパチュラの棒とか使ってグッと押し込まないと入りにくい構造になってます。八角形みたいなね穴になってるんですよ、押し込むボコの穴が。でそれなんでか言うとやっぱ保持力を上げるためですね。そのために円形じゃなくてあえてそういう形にしてる感じです。でタイトにしてねへたり防止っていう感じなんで、別にね欠陥品とかおかしい意味じゃないと思います。
はい、でここの改良された手首のとこもはめて、はい、腕もできてきました。はい、ここのパーツですね。こういったところをね、スパチュラとか棒を使いながら押し込んであげるといいです。そしてね、今やったね、肩のここのパーツの軸ね、ここをちょっと伸ばしてほしかったですね。あと3ミリぐらい伸ばしてくれたらね、抜けにくくなるんですけどね。まあそこはまあ自分で後で何とかしましょう。はい、このようにして組み上がっていっております。胸の赤もこのような感じで色分けされておりますね。いいですね、色分けしてくれてるとね。はい、で首のところのパーツもね、ピンが入るタイプを選んでおります。設計図ではね、付け替えで武器つけないときは穴が開いてない方を使いなさいってなってましたけどね、毎回やってるとちょっと大変かなとは思います。首のとこがね、下手りそうで、今回ジロン機にしようと思うので、翼は折れた方を選びました。胴体内部です。ここのね、エンジンの形いいですよね。イノセントのロゴも入っております。ここね、入っております、イノセントね。で、腹部と胸が合体します。で、腰の部分ですね。そうで、今触ってる前のここのね、足隠しのところのパーツなんですけど、左側のパーツまあこっちから見ると右のパーツなんですけどね、実はジョイントのところを間違って切っちゃったんで、前のキットのを持ってきてます。色が若干ね違うの分かるでしょうかね。今回の分の成型色がちょっと白っぽくって、前のは青が強い感じです。で、間違って切っちゃったやつはね、後で直して、真鍮線通して、あと接着剤で留めて直しております。はい、今刺した肩ですね。ここもうちょっと長かったらよかったんですけどね。タイヤがね、いい感じですね。タイヤのこの表現で、塗装もしやすいです。こういう風に上からパカッてはめるタイヤカバーは。はい、よく考えてますよね。後で塗装することを考えると。あと顔のパーツです。で、バイザーはせっかくね、グリーンの透明パーツが入ってくれてるんで、グリーンを選びました。登場車はね、後でまた誰つけようかないう感じですね。登場車の辺はね、変わってないですね。で、またここ今つけたアンテナのとこもね、予備でもう1個入ってくれてます。もう1セットずつですね。はい、そして銃をつけて出来上がりになります。銃はね、このように分割されててね、なんかちょっとリアル感ありますよね。はい、それではね、グラグラ感チェックです。某 YouTuber さんがね、前回グラグラスルー言って切れながらやってたのを私もやってみたんですけど、まあ前のでもね、サフ吹いたらそういうほどでもなかったんですけどね、今回はしっかりはめ込んでますので落ちることないし、引っ張っても落ちません。腕も大丈夫。はい、武器も追加されて、ポロリもだいぶ解消されたザブングルでございます。
キット自体がねリミテッドエディションということになってて、どうも限定なので欲しい方はねやっぱ買っといた方がいいかなと思います。マクロスとかのシリーズもね、リガードの偵察機買おう思ってたら今なくなっててね、リミテッドエディションだったんですよね、よく見ると。だからやっぱ限定品はね、欲しいかな思ってるうちに早めに入手しとった方がいいんじゃないかなと思います、長谷川さんのは。はい、それでは本日もありがとうございました。ではこれからね、塗装の方に移っていきたいかと思います。